サイバー攻撃です。外部からの侵入がありました。技術者の叫び声に、手術室の空気が凍りついた。目の前では父が、命がけの手術を受けている。俺自身が医者として執刀中だ。その最中に、システムが乗っ取られようとしている。かつて天才と呼ばれた俺だが、今は指先の感覚を失った元脳外科医。事故で全てを諦めた俺が、再び医療の世界に立ち戻れたのは、彼女との出会いがあったから。開発した感覚伝達義手で感覚を取り戻し、父の命を救うために手術に挑んでいるこの瞬間に、予期せぬ敵の妨害。バックアップシステムも侵入されています。声が重なる。まるで3年前の事故の再現のようだ。続行します。俺は静かに言った。周囲の驚愕をよそに、感覚伝達義手を頼りに、自らの手で父の脳腫瘍に立ち向かう。8分だ。8分あれば終わらせる。時間との戦い、敵との戦い、そして自分自身の恐怖との戦い。失われた感覚と医師としての誇りを取り戻す戦いが今始まろうとしていた。俺の名前は大月司、40歳。今は桜精密という会社で1階の技術者として働いている。部署内では優秀な検査員として名が通っているが、それは俺の秘密を誰も知らないからだ。大月さん、この基板の不良、どうしても見つからないんですが、後輩が困った顔で俺のデスクにやってきた。ちょっと見せて。俺は手を伸ばし、渡された基板を手に取る。細かな電子部品が無数に並んだ緑色の板。俺は一見、指先でなぞりながら基板上の部品を確認しているように見せる。が、実際には何も感じていない。感じているふりをしているだけだ。ここだ。目で見て判断する。それを手先で感じ取っているように見せかける。さすがお月さんですね。どうやってそんな小さな欠陥を見つけるんですか？後輩は感心したように言うが、俺は答えない。いや、答えられないのだ。前のプロジェクトの時の基板と同じ不良だ。あの時も同じ場所が不良だった。それを覚えていただけさ。そう言って、俺は基板を返した。実際は、色のわずかな違い、配線パターンの微妙な歪み、そういったものを目で捉えているだけだ。かつて、脳外科医だった頃に培った観察眼が、今でも役立っている。それだけのことだ。部品の不良をいくつも見つけて、帰りの時間となった。誰もいなくなった検査室で、俺は無意識に右手の指先を見つめていた。あの事故以来、俺の指先には感覚がなくなった。そこにあるのに、そこにない感覚。物に触れても、その質感が脳に届かない。冷たいか熱いか、滑らかか、ざらついているか。もういいだろう。俺は自分に言い聞かせるように呟いた。かつての栄光も、失われた感覚を嘆く日々も、もう過去のことだ。今は、ただ人目につかず、静かに日々を過ごすだけでいい。会社を出て、いつものように駅へ向かう。道に植えられた木々が、夕日色に染まる光景は美しかったが、そんな景色も、俺の心には響かなくなっていた。つかさ。聞き慣れた声に振り返ると、駅前のベンチに父である大月玄太が座っていた。70歳になった父の姿は、以前より一段と老けて見える。それでも、その背筋はピンと伸び、医師として生きてきた誇りが今も感じられた。俺は足を止め、父の前に立った。父さん、どうしてここに？息子に会いに来ちゃいかんのか。答えながら、父の眼差しは、俺を品定めするように上から下まで見ていた。桜精密の制服姿の俺を。今日お前の会社を見た。立派な会社だ。だがあんな仕事、お前の才能の無駄遣いじゃないか。お前ほどの腕を持つ脳外科医はいない。あの精密さ、あの集中力、お前は特別だった。父さん、もうその話はやめてくれないか。俺は医者じゃない。もう戻ることもない。俺は静かだが強い口調で言った。なぜだ、司。あの事故から3年経った。もう十分だろう。自分を責め続けることに何の意味がある。責任を取っているわけじゃない。俺自身が戻らないと決めたんだ。俺は右手の指を見つめながら言った。父の目には怒りよりも深い悲しみが浮かんでいた。司、お前はまだやり直せる。お前の才能は特別なんだ。それを埋もれさせるなんて。父さん、分かってくれ。俺はもう医者に戻らない。それが、俺の選択だ。本当にそれでいいのか？
お前と俺との約束は。父の声は小さくなり、肩が少し震えた。幼い頃、父の白衣姿に憧れ、僕も将来お父さんみたいな立派な医者になる、と約束した日のことを思い出す。あの頃の純粋な夢は、今はもう遠い記憶でしかない。すまない、父さん。あの約束は守れない。俺はそう言って、父から離れた。帰るよ。電車の時間だ。つかさ。父は何か言いかけたが、言葉を飲み込んだ。また会おう、父さん。改札口を通ってから振り返ると、父はまだ同じ場所に立っていた。夕日に照らされた父の姿はどこか寂しげで小さく見えた。俺は足早にホームへ向かった。いつもと変わらない検査室での一日が終わろうとしていた。窓の外では初夏の雨が静かに降り続けている。俺は最後の検査報告書にサインをして帰り支度を始めた。失礼します。大月司さんでしょうか？突然、女性の声が俺の背後から聞こえてきた。振り返ると、そこには見知らぬ女性が立っていた。一瞬、俺は息を飲んだ。まるで雨上がりの空気のように、すがすがしい印象の女性だった。キリッとした黒目に、知性を感じさせる眉。そして、少し緊張気味に結ばれた唇。白衣の下に着ている薄紅色のブラウスが、彼女の透明感のある肌を一層引き立てていた。美人という言葉がしっくりと当てはまる。俺が大月だが、君は誰だ？警戒心を隠せないまま、俺は尋ねた。はじめまして。小林赤江と申します。再生医療研究所で神経再生の研究をしています。彼女は丁寧に一礼すると、そのままキャリーケースから一冊の論文を取り出した。これ、大月さんの論文ですよね。差し出された論文のタイトルを見て、俺は眉を潜めた。感覚伝達義手の理論と応用と書かれたその論文は3年前、俺が事故の直前に発表したものだ。あの日以来、見ることも考えることも避けてきた研究だった。ああ、昔のものだ。どうしてこれを？どうしてって、これは革命的ですよ。小林さんの目が輝きを増した。彼女の表情が一変し、少し控えめだった雰囲気から情熱に満ちた研究者の顔に変わった。私、この論文を読んで眠れなくなりました。大月さんの理論は、私たちが直面している神経再生の限界を突破する鍵になるかもしれないんです。特に、感覚神経の信号を電気的に変換し、再び脳に伝達する方法。これは天才的です。私の研究チームでは、損傷した神経細胞の再生に取り組んでいるのですが、再生しても神経伝達がうまくいかないケースが多くて。小林さん、俺は、彼女の熱のこもった説明を遮った。確かにそれは俺の論文だ。でももう過去のことだ。今の俺にはその研究を続ける気も能力もない。なぜですか？この理論が実現すれば多くの人が救われる。事故や病気で感覚を失った人たちが再び触れることの喜びを取り戻せるんです。彼女の言葉に俺の胸に痛みが走った。それが何だと言うんだ。思わず冷たい言葉が口から出た。彼女は論文のページをめくり、ある図を指さした。ここに書かれている理論、実は最近の神経科学の発見と完全に合致するんです。大月さんは3年前に、今私たちが証明しようとしていることを、すでに理論化していた。私は純粋に、この研究に可能性を感じました。大月さんの研究と、私たちの再生医療の技術が組み合わさることで、新しい扉が開くかもしれない。俺は黙って、彼女の指さす図を見た。かつて情熱を注いだ研究だ。最先端の神経外科医としての経験と、工学的知識を組み合わせて生み出した。俺の誇りだった。大月さん、あなたの感覚伝達義手の技術と、私の再生医療研究を組み合わせた共同研究をしませんか？彼女は真剣な眼差しで続けた。私たちの研究所では、神経細胞の再生に成功していますが、患者さんが本当の感覚を取り戻すまでには至っていません。でも、あなたの開発した義手技術を応用すれば、再生した神経と脳の間をつなぐ架け橋になる。私たちの持つ設備と研究費を使って一緒に完成させましょう。あなたの理論と私の再生医療の技術を組み合わせれば、きっと新しい希望が。あのさ、小林さん。俺はもう医者じゃない。ただの検査技師だ。あんたの話は興味深いが、俺には関係ない。帰ってくれ。俺は冷たく言い放った。
雨音だけが静かに響く検査室で、俺の拒絶の言葉が不自然なほど大きく響いた。でも、もう二度と来ないでくれ。俺はもうそっちの世界の人間じゃない。小林さんは悲しそうな表情を浮かべたが、しかし諦めてはいないようだった。わかりました。今日のところは帰ります。でも、またお会いしに来ます。彼女は論文を俺のデスクに置き、名刺を一枚添えた。そして検査室を後にした。ドアが閉まり、彼女の足音が遠ざかっていく。俺はデスクに置かれた論文と名刺を見つめたまま動けなかった。窓の外では雨が止み、夕暮れの光が差し込んできていた。それから1週間、小林さんは毎日のように姿を現した。最初は検査室の入り口で待ち構え、次の日は社員食堂で隣に座り、そしてある日は帰り道の駅のホームに立っていた。彼女の姿を見かけるたび、俺は無言で立ち去るが、時間の無駄だ。興味ないって言ってるだろ。などの冷たい言葉で追い返した。けれど、小林さんは諦めなかった。彼女は毎回、新しい資料や論文を持ってきて、俺の研究と彼女の再生医療技術を組み合わせることで、生まれる可能性について熱心に語り続けた。大月さん、最新の研究データです。神経再生の速度が 20% 向上しています。これは、義手のプロトタイプの設計図です。あなたの理論をもとに少し改良を加えてみました。この患者さんは事故で右腕の感覚を失いました。あなたの技術があれば。彼女の情熱は日に日に俺の心の壁を少しずつ削っていった。そして8日目の夕方、いつものように検査室で仕事を終えると、またしても彼女が待っていた。今日もか。俺はため息をついた。小林さんは晴れやかな笑顔を浮かべた。その笑顔に少しだけ心が揺らいだ。大月さん、明日、私たちの研究所で臨床試験の一部を公開します。再生医療の最前線をあなたの目で確かめてくれませんか？言っても何も変わらないよ。それでも構いません。ただ見ていただくだけで。彼女の瞳には諦めない決意が輝いていた。わかった。思いがけない返事だったのだろう。小林さんの目が大きく見開かれた。本当ですか？来てくれるんですね。行けばあんたも諦めるだろ。それは保証しませんが、嬉しいです。ありがとうございます。小林さんの顔が明るく輝いた。その表情が眩しくて、俺は思わず視線をそらした。翌日、俺は小林さんの勤める再生医療研究所の前に立っていた。近代的なガラス張りの建物は最先端の研究施設というよりもオフィスビルのように見える。ようこそお待ちしてました。大月さん、来てくださって嬉しいです。玄関で俺を待っていた小林さんが嬉しそうに駆け寄ってきた。白衣姿の彼女はこの場所に完璧に調和しているように見えた。約束したからな。俺はそっけなく答えた。では案内します。彼女は訪問者用のパスを俺に手渡し、研究所の奥へと導いた。廊下を通り、セキュリティゲートを抜けると、そこには俺が想像していた以上の最先端設備が広がっていた。ここが私たちの神経再生研究室です。ガラス越しに見える実験室には何人もの研究者たちが忙しそうに働いていた。顕微鏡や培養装置、そして複雑な計測機器が並んでいる。こちらへ。小林さんは俺を会議室に案内した。そこには数人の研究者と思われる人々が座っていた。では始めましょう。小林さんはプレゼンテーションを始めた。映し出されたスライドには神経再生の複雑なプロセスが図解されていた。私たちの技術は損傷した神経細胞を再生させることができます。しかし、再生しても脳への伝達が完全ではありません。特に感覚神経の微細な情報をどう伝えるかが課題です。彼女の説明は明快で深い専門知識に裏打ちされていた。そして次のスライドで俺の論文からの図表が表示された。そこで大月先生の理論が重要になります。感覚情報を電気信号に変換し、再び脳に伝達する技術は、私たちの再生医療と組み合わせることで、完全な感覚の回復を実現できるかもしれません。プレゼンテーションの後、一人の男性が前に出てきた。左腕にギプスのようなデバイスを装着している。こちらは山田さん。交通事故で左腕の神経が損傷し、感覚を失いました。3ヶ月前から私たちの神経再生治療を受けています。小林さんは山田さんの腕のデバイスを操作した。
神経はすでに 80% 再生していますが、感覚の回復は 20% 程度にとどまっています。これが現在の限界です。山田さんは目を閉じ、集中している様子だった。指先で何か感じますか？少し暖かいような、でもぼんやりとしか。小林さんは俺を見つめた。大月先生の技術があれば、この信号をもっと明確に脳に伝えることができるはずです。その瞬間、山田さんの表情が俺の記憶と重なった。感覚を失い、もどかしさに苦しむ自分自身の姿が。他の患者さんもご紹介します。次々と紹介される患者たち。事故や病気で感覚を失い、それでも再生医療に望みを託す人々。彼らの目には諦めきれない希望が宿っていた。最後に、こちらの実験室をご覧ください。小林さんは大きなガラス張りの実験室へと俺を案内した。中では数人の研究者たちが微細な装置を慎重に操作していた。ここが核となる技術の開発室です。実験室の中央には透明なケースがあり、その中で何かが培養されているようだった。小林さんが俺を近づけると、その正体が見えてきた。微細な神経組織が特殊な培養液の中でゆっくりと成長している。これが私たちが開発している神経再生技術の最新段階です。小林さんが誇らしげに説明する。従来の神経再生では構造的な復元はできても、実際の情報伝達機能の回復は限定的でした。しかし、この新技術では再生する神経そのものに微細なセンサーを組み込み、情報伝達の精度を飛躍的に向上させています。俺は思わず息を飲んだ。顕微鏡でその組織を覗くと、神経細胞の間に埋め込まれた微小なデバイスが見えた。それは俺が義手の研究で考案していた感覚受容器と酷似していた。これは。はい。大月さんの論文に着想を得たものです。しかし、まだ完全ではありません。小林さんは少し表情を曇らせた。情報の変換と処理の部分で壁にぶつかっています。感覚情報をどう解釈し、脳に伝えるか、そこが私たちの限界なんです。その言葉を聞きながら、俺は思わず右手を見つめていた。失われた感覚。メスを握れなくなった指先。もしこれが完成したら、俺の指も元に戻るかもしれない。もう一度メスを握れる可能性。諦めていた医師としての自分を取り戻せる希望。小林さんは別のディスプレイを指さした。こちらは私たちが現在抱えている課題です。再生した神経からの信号をどう処理するかが問題でして。映し出されたデータを見て、俺の中に眠っていた研究者としての知識と経験、そして脳外科医としての感覚が一気に蘇ってきた。俺は思わずディスプレイに近づき、神経信号のパターンを指さした。ここが問題だな。感覚情報には階層性がある。単純な圧力や温度だけじゃなく、複合的な情報がある。それを個別に処理しようとしているからうまくいかない。小林さんの目が輝いた。俺の義手の研究では、情報の統合処理を行うアルゴリズムを開発していた。感覚を単一の情報として捉えるのではなく、複合的なパターンとして認識させるんだ。言葉が自然と口から溢れ出る。3年間封印してきた研究への情熱が、再び燃え上がるのを感じた。その部分の研究データ、まだ残っていますか？小林さんが熱心に尋ねる。ああ、多分。それがあれば、課題を解決できるかもしれません。彼女の目には、純粋な研究者としての興奮が溢れていた。その表情に見とれながら、俺は決断した。小林さん、共同研究やろう。小林さんの顔に驚きと喜びが広がった。本当ですか？俺は静かにうなずいた。窓の外では初夏の日差しが研究所の庭に降り注いでいた。では、明日からよろしくお願いします、大月さん。小林さんが差し出した手を、俺はゆっくりと握った。その感触は感じられなかったが、それでも確かな約束の重みを心で感じることができた。共同研究が始まって1ヶ月が過ぎた。俺は桜精密での仕事を続けながら、夕方からは小林さんの研究所に通うという生活を送っていた。共同研究は着実に進んでいた。小林さんとの日々の作業は、かつて医師だった頃の充実感を思い出させてくれた。ある日の午後、実験室で、俺たちは新しい神経伝達デバイスのテストを行っていた。大月さん、
この接続部分、もう少し繊細にする必要があるかも。小林さんが顕微鏡を覗きながら言った。ああ、そうだな。俺たちの意見は、ほとんどいつも一致していた。時には言葉を交わさなくても、お互いが何を考えているかがわかるようになっていた。あ、小林さんが小さな声を上げた。微細な部品を落としたようだ。大丈夫。はい。コネクタを床に落としちゃっただけなんで。彼女は床を探し始めたが、見つからないようだった。俺も椅子から立ち上がり、床に目を凝らした。そして、実験台の下に小さな金属片を見つけた。あった。俺が拾い上げようとした瞬間、小林さんも同じところに手を伸ばしていた。指先が触れ合う。俺には感覚がないはずなのに、その瞬間、かすかに温かいものを感じたような気がした。いや、錯覚だろう。あ、すみません。小林さんの方がわずかに赤くなった。俺も少し照れて、コネクタを彼女に手渡した。はい、どうぞ、小林さん。ありがとうございます。俺たちの間になんとなく気まずい空気が流れた。けれどそれは、なぜか居心地のいいものだった。大月さん、私のこと赤江って呼んでくれてもいいですよ。唐突な提案に、俺は少し驚いた。赤江。はい、研究仲間として、その方が気楽ですから。わかった、赤江。俺のことも名前で呼んでくれて構わない。はい、司さん。お互いの名前を呼び合うことで、距離感が縮まったような気がした。その後も研究は順調に進み、動物実験の段階に入った。神経を再生させ、感覚情報を伝達する複合技術は予想以上の成果を上げていた。司さん見て。研究所の実験室で赤江が興奮した声で俺を呼んだ。モニターには実験動物の神経活動を示すグラフが表示されていた。これは成功か？はい。再生した神経が私たちのデバイスを通してちゃんと感覚情報を伝えています。やったな赤江。思わず彼女の肩に手を置いた。彼女は振り返り、笑顔で俺を見上げた。司さんのおかげです。その目には喜びの涙が浮かんでいた。そうだ、今日は祝杯をあげよう。俺がおごるよ。え、いいんですか？ありがとうございます。研究所を後にした俺と赤江は、近場にある隠れ家的なイタリアンレストランにやってきた。窓際の席からは、街の夜景が一望できる。ろうそくの明かりが、俺たちの間に柔らかな光を投げかけていた。乾杯。俺はワイングラスを掲げた。赤江も同じように自分のグラスを持ち上げる。グラスが小さな音を立てて触れ合う。赤江の方がわずかに赤く染まった。美味しい。彼女はワインを一口含み、満足げに微笑んだ。その表情が俺の心に温かさを広げた。料理は次々と運ばれてきた。前菜からパスタ、そしてメインディッシュ。俺たちは研究の話や日常の些細な出来事を話しながら食事を楽しんだ。こんな風に食事してると、俺が医者だったなんて信じられないよな。俺はふとそんなことを口にした。その言葉に赤江の表情が少し引き締まった。司さんの過去のこと聞かせてくれない？彼女の問いかけに俺は一瞬躊躇した。しかし今の彼女とならあの日のことも話せるような気がした。俺はワイングラスを見つめながら言葉を紡ぎ始めた。俺はね、かつては天才脳外科医なんて呼ばれてたんだ。微細な手術、特に脳内の血管や神経を扱う手術では誰にも負けない自信があった。指先の感覚と集中力、それが俺の武器だった。俺は自分の右手を見つめた。かつては生命を救うメスを握っていた手。今は何も感じない手。でもそれだけじゃ満足できなかった。より精密に、より安全に手術ができるようにと思って、俺は手術支援ロボットフィンガーを開発したんだ。赤江は黙って聞いていた。俺の話に全神経を集中させているようだった。フィンガーは外科医の動きを10分の1スケールで再現し、微細な手術を可能にするロボットだった。俺の得意としていた微細な神経や血管の手術をさらに精密に行えるはずだった。俺は深く息を吸い、ワインを一口飲んだ。3年前の5月、最終試験の日が来た。俺自身が操作して、模擬手術を行うことになっていた。緊張していたよ。あの日は、病院の重役や投資家たちも見学に来ていて、俺は少し声を詰まらせた。赤江が静かに、俺の手に自分の手を重ねた。温かい。それだけで、続ける勇気が湧いた。
手術は順調に始まった。模擬神経の接合を行っていたんだ。誰もが息を飲むような精密さで進んでいた。ところが、突然ロボットが制御不能になった。俺の脳裏にあの日の光景が蘇る。警告音が鳴り響く中、フィンガーのメスが暴走した。俺は懸命に停止しようとしたが、その時、メスが俺の右手を貫いたんだ。俺は右手を握りしめた。赤江の顔が青ざめた。右手の神経と腱が深く損傷した。即座に緊急手術を受けたが、神経の損傷は甚大だった。指先の感覚は完全に失われた。司。赤江の目に涙が浮かんでいた。皮肉だろ。微細な手術の名手が自分が開発した機械で自分の指の感覚を失うなんて。苦笑いが浮かぶ。しかし、それは3年前ほど苦いものではなくなっていた。最初は信じられなかった。これは一時的なものだ。感覚は戻るはずだと。でも、1ヶ月経っても半年経っても変わらなかった。指先に感覚がないまま、どうやって手術ができる？患者の命を預かれる。俺はグラスを回しながら続けた。同時に、フィンガーの開発も中止になった。事故の原因調査は続いたが、明確な結論は出なかった。システムの欠陥なのか、操作ミスなのか。それで、医者を辞めたの？赤江が静かに尋ねた。ああ、病院側は研究職として残れと言ってくれたが、俺には無理だった。手術室を見るたび、メスを見るたび、あの日のことが蘇ってくる。それに、俺は少し声を落とした。父との約束もあった。最高の外科医になるという。それが果たせなくなった時、俺は逃げるように医療界を離れた。桜精密に転職して、誰にも知られずひっそりと、静寂が流れた。ろうそくの明かりがゆらゆらと揺れている。赤江はしばらく考え込むような表情をしていた。それから何かを決意したように、彼女は口を開いた。司さん、あなたの話を聞いていて、どうしても引っかかることがあるの。俺は眉を潜めた。何が？その事故、あまりにも都合が良すぎるというか。赤江は言葉を選びながら続けた。あなたのような慎重な人が開発したロボットが、最終試験でいきなり暴走するなんて、しかも、あなた自身を傷つけるように。俺は黙って彼女の言葉を聞いていた。事故調査では何も出なかったのよね。ああ、原因不明と。それも変だわ。通常こういった医療機器の暴走には必ず何らかの原因があるはず。ソフトウェアのバグか、ハードウェアの不具合か。何が言いたいんだ？私調べてみたいの。本当の事故原因を。俺は驚いて赤江を見つめた。いや、もういいよ。過去のことだし。でも司さん、もしこれが単なる事故じゃなかったら、もし誰かの意図的な行為だったとしたら、その可能性は俺も考えたことがあった。しかし、証拠も何もなく、単なる被害妄想だと自分に言い聞かせてきた。どうやって調べるつもりだ？まずは事故報告書とフィンガーのシステムログを見せてもらえないかしら。わかった。俺は少し考えた後、ゆっくりとうなずいた。それから数日間、赤江は研究の合間に事故のデータを調査していた。俺も時々手伝ったが、技術的な分析は赤江の方が得意だった。そして、共同研究を始めて1ヶ月半が経った金曜日の夕方、赤江から緊急の連絡が入った。今すぐ来てもらえる？重要なことが分かったの。研究所に着くと、赤江は俺を小さな会議室に案内し、ドアをしっかりと閉めた。何があったんだ？これを見て。赤江はノートパソコンの画面を俺に向けた。そこにはフィンガーの制御システムのログが表示されていた。赤く印をつけた部分がシステムコマンドよ。その中に通常の操作では発生しないはずのものがあったの。俺は画面を覗き込んだ。確かに事故直前に奇妙なコマンド列が入力されていた。これは外部からの侵入。そう思う。誰かが遠隔でシステムに侵入し、故意に暴走させた可能性が高い。胸に怒りがこみ上げてきた。一体誰がこんなことを？それを調べるのが一番難しかったの。でも手がかりを見つけたわ。赤江は別のファイルを開いた。それは病院のセキュリティログだった。事故当日、病院のネットワークに接続された不審なデバイスがあった。その IP アドレスを追跡したら、感動医療という会社からのアクセスだったの。感動医療。俺は眉を潜めた。その名前に聞き覚えがあった。そう。
あなたが開発していたフィンガーと同じ分野の医療機器メーカーよ。神経外科領域の手術支援ロボットでは、あなたのフィンガーの開発に協力していた研究チームと最大のライバルだったわ。そして、赤江は最後の資料を開いた。そこには、スーツ姿の中年男性の写真があった。この人が社長の木島武史。あなたの事故の数ヶ月後、感動医療はニューロタッチという手術支援ロボットを発表したの。そのコンセプトはフィンガーと驚くほど似ている。俺は呆然と画面を見つめた。頭の中で断片的な記憶が繋がっていく。確かに、木島という男とは何度か会ったことがある。学会でだ。あいつはいつも俺の研究を批判していた。彼はあなたの才能を妬んでいたんじゃないかしら。そしてフィンガーの開発がうまくいっているという情報を得て、それで俺を排除し、技術を盗もうとしたか。俺の声は低く、怒りに震えていた。証拠は？決定的な証拠はまだよ。でも、状況証拠は揃っている。このシステムログと、病院のネットワークアクセス記録、そして、ニューロタッチの技術的類似性。俺は立ち上がり、窓の外を見つめた。雨が降り始めていた。3年間、俺は自分を責め続けてきた。自分の過ちだと思ってた。なのに、背後から赤江の優しい手が俺の肩に置かれた。司さん、もう一人で抱え込まなくていいの。これからは二人で真実を明らかにしていきましょう。俺は振り返り、赤江をじっと見つめた。彼女の目には揺るぎない決意が宿っていた。ありがとう。俺はそっと赤江の手を取った。雨の音が俺たちの決意を静かに見守っているようだった。それから数日後、赤江の再生医療技術の臨床試験の重要な日が訪れた。これまでの研究成果を実証する大事な一歩だ。研究所の特別室では、俺たちと医師、研究スタッフたちが緊張した面持ちで集まっていた。被験者は、交通事故で右手の感覚を失った40代の男性。彼の再生した神経に、俺たちが開発してきた感覚伝達デバイスを接続する。手術が1週間前に行われていた。では、システムを起動します。赤江の声には、抑えきれない興奮が混じっていた。彼女の指がキーボードを叩き、モニターには複雑なデータが表示され始めた。神経インターフェースの接続、良好です。デバイスの応答も正常。研究スタッフの報告が次々と上がる。すべて順調だった。被験者の男性が特殊な装置を装着した右手を見つめている。何か感じますか？赤江が尋ねた。温かい。何か温かいものが指先に触れているような。これは3年ぶりに感じる感覚です。男性の表情が変わった。驚きと喜びが入り混じっている。室内に小さな歓声が上がった。赤江が振り返り、俺に満面の笑みを向けた。俺も思わず微笑み返す。しかし、次の瞬間それは起きた。あれ、見てください。システムに異常が。技術者の一人が突然、モニターを指さした。画面が不自然にちらつき始めている。俺は急いでメインコンソールに駆け寄った。何が起きてる？外部からのアクセスがあります。ファイアウォールを突破された。技術者たちの声が重なる。システムを切り離せ。俺の指示で技術者たちが慌ただしく動き始めた。ダメです。ロックされています。赤江の顔が青ざめた。被験者さんを優先して。彼女の指示で医師たちは急いで被験者からデバイスを外し始めた。その時、メインモニターに突然映像が表示された。50代くらいの冷酷な印象を与える男。感動医療の社長、木島武史の姿だった。やあ、小林赤江くん。そして大月司くん。俺は感動医療の社長、木島武史だ。木島は薄ら笑いを浮かべていた。赤江が俺の隣に立った。彼女の表情には怒りと警戒が混じっていた。何のつもりですか？私たちの研究を妨害して。妨害？いや、単なる警告さ。木島の声は冷たく、打算的だった。君たちの研究は、私たちの知的財産権を侵害している。特に大月くんのフィンガーの技術はね。嘘つけ。その技術は俺が開発したものだ。お前が盗もうとしたんだろう。俺は怒りで震えていた。おお、証拠でもあるのかな。木島は余裕の表情を崩さない。あなたこそ、証拠があるんですか？私たちの研究があなたの知的財産を侵害しているという。赤江が冷静に問い返した。しかし木島は、いやらしく笑うだけだった。
賢いね、小林くん。証拠はなくても、君たちの研究を止める方法はいくらでもある。今回のように。画面の横にシステムのコードが流れ始めた。研究データが次々と消去されていく。赤江が叫んだ。やめて！このデータは患者さんの命に関わるものです。それは君たち次第だよ。木島の表情が一変し、鋭い眼差しになった。小林くん、提案がある。大月との共同研究を今すぐやめろ。そして、彼が開発した手術支援ロボットの事故の真相を追求するのもやめるんだ。従わなければ、君の研究は全て無駄になる。研究費の提供も打ち切られるだろう。患者たちが救われることもない。赤江の肩が小刻みに震えた。こんなの、脅迫です。脅迫？いや、これは単なるビジネスさ。俺の中で怒りが頂点に達した。木島、考える時間は24時間やる。その間、君たちのシステムは私の監視下に置く。賢明な判断を期待するよ。画面が突然暗転した。システムは依然として操作不能のままだった。司さん。赤江が俺を見上げた。彼女の目には怒りと、そして少しの不安が浮かんでいた。大丈夫だ。あんな脅しに負けるもんか。俺は彼女の肩に手を置いた。だが内心では焦りを感じていた。あと24時間、その間に何とかしなければ、これまでの研究成果が全て水の泡になってしまう。研究所は騒然としていた。技術者たちがシステム復旧に奔走し、責任者たちが対策を協議している。その時、突然研究所の非常ドアが開き、白髪混じりの髪を後ろでまとめた男性が現れた。それは他でもない。俺の父だった。父さん、どうしてここに？俺は驚いて声を上げた。説明している時間はない。父は素早く状況を把握したようにメインコンソールへと向かった。システムの状態は？技術者たちが困惑した表情で父を見つめている。ハッキングされていて。わかった。これを使え。父はポケットから USB ドライブを取り出し、メインコンソールに差し込んだ。父さん、何を？木島という男のことは調査済みだ。彼のシステムには特徴的なバックドアがある。父は迷いなくキーボードを操作し始めた。画面には複雑なコードが流れていく。そのスピードと確かさに、俺は言葉を失った。あと少し。父の指が最後のコマンドを入力した。これで！画面が一瞬フリーズし、それから突然、システムが再起動した。システム復旧しています。ファイアーウォール再構築されました。データの消去が止まりました。研究室内に歓声が上がった。システム担当の技術者が驚いた顔で父を見つめている。なんてことだ。これは改良版のファイアーウォールプロトコルです。一体どこで？昔取った杵塚さ。医師になる前はこういうのが得意だったんだよ。父は照れくさそうに言った。赤江が笑顔で父に近づいた。玄太先生、ありがとうございます。助かりました。お礼を言うのはまだ早い。患者さんの治療を完了させなさい。父の促しに研究チームは再び臨床試験の準備に取り掛かった。モニターには復旧したデータが表示され、患者との神経接続を示す線がゆっくりと脈動している。感覚刺激テストを開始します。技術者が声を上げた。患者の指先に温度や質感の異なる物体が順番に当てられていく。暖かい。少しだらついている感じがします。患者が目を閉じながら言った。研究チームからは小さな歓声が上がった。今度は冷たいものに触れていますが、感じますか？はい、冷たい。金属のような。デバイスが正常に機能し、神経再生と感覚伝達の複合技術が成功していることを示すデータが次々と集まっていく。試験は順調に進み、予想以上の結果が得られた。これで臨床試験は終了します。お疲れ様でした。赤江の宣言にみんなから安堵の声が上がった。試験が終わり、患者が休憩室に案内されると、俺は父に向き直った。父さん、どうしてここに？それにどうして木島のことを知っていたんだ？父は少し遠くを見るような目をして、ゆっくりと答えた。あの事件の後、お前が突然医療界を去り連絡も途絶えた。どうしても理由を知りたくて、自分で調査を始めたんだよ。でもなぜ今ここに？父は少し照れくさそうに赤江の方を見た。彼女は小さくうなずいた。実は小林さんから連絡があったんだ。
え？俺は驚いて赤江を見た。彼女は少し申し訳なさそうな表情を浮かべていた。すみません、司さん。あなたと共同研究を始めてから、内緒でお父様に連絡を取っていたんです。なぜ？あなたの研究の背景をもっと知りたくて、それにお父様もあなたのことをずっと心配していらっしゃったから。父が続けた。小林さんから連絡をもらい、お前が再び医療研究に携わったことを知ったときは、本当に嬉しかったよ。毎週研究の進捗を小林さんから報告してもらっていた。今日の臨床試験も見学に来てほしいと言われてきたんだ。まさか木島が攻撃してくるとは思わなかったがな。だが、彼のことは警戒していた。万が一に備えて、セキュリティ対策も準備していたんだ。父は苦笑いした。俺は言葉を失った。父と赤江がこうして密かに連絡を取り合い、俺の研究を支えていたなんて。父さん、赤江、俺のために、父は優しく言った。お前の才能が無駄になるのを見たくなかっただけだ。私も、あなたの研究を守りたかったんです。二人の目には真摯な思いが宿っていた。ありがとう二人とも。俺の胸に熱いものが込み上げてきた。自分のこと。これほど大切に思ってくれる人たちがいるのだと思うと胸がいっぱいになった。ぐー。その時、父が突然胸を押さえ、顔を歪めた。父さん？大丈夫だ。ちょっと疲れただけ。だが、その言葉とは裏腹に、父の顔は青ざめていった。そして次の瞬間、父はその場に崩れ落ちた。父さん！俺は慌てて父を抱きかかえた。玄太先生！赤江も駆け寄り、即座に父の脈を確認し始めた。医師を呼んで、急いで！彼女の声に応じて、研究スタッフが走り出した。父さん、しっかりしてくれ！俺は父を抱きかかえながら叫んだ。父の顔は苦しそうに歪み、呼吸が荒くなっていた。司。父はかすれた声で俺の名を呼んだ。すまない、こんな時に。無理をするな。すぐに医師が来るから。俺の声は震えていた。手の感覚はなくても、父の体が冷たくなっていくのを感じた気がした。医師と看護師が駆けつけ、すぐに応急処置が始まった。酸素マスクが父の顔に当てられ、バイタルチェックが行われる。血圧が下がっています。早急に病院へ搬送しましょう。医師の言葉に、俺はうなずくことしかできなかった。救急車が研究所に到着するまでの数分間が、俺には永遠のように感じられた。父の手を握りながら、俺は何度も声をかけ続けた。父さん、しっかりして。もう一度一緒に研究がしたいんだ。父さんの息子として、医師として。父は弱々しく微笑み、かすかにうなずいた。その目には、言葉にできない多くの思いが詰まっていた。赤江は俺の隣で、冷静さを保ちながらも、その目には不安の色が浮かんでいた。彼女は、俺の肩に手を置き、無言の支えを示した。救急隊が到着し、父は迅速に担架に移された。救急車が走り去る音が、夕暮れの研究所に響き渡る。俺はその場に立ち尽くし、遠ざかる救急車を見つめていた。赤江が、俺の手を握った。彼女の手は温かく、力強かった。司さん、急ぎましょう。車用意します。俺は無言でうなずいた。父を失うかもしれないという恐怖が胸を締め付けていた。ようやく、父と分かり合えたと思った矢先の出来事。運命の皮肉としか思えなかった。病院の廊下は静まり返っていた。検査結果を待つ時間は、地獄のように長く感じられた。救急搬送から6時間。父は一度意識を取り戻したものの、再び昏睡状態に陥っていた。司さん、検査結果が出ました。父の主治医が重い足取りで近づいてきた。彼はタブレットを操作し、MRI 画像を表示させた。脳幹部分に広がる腫瘍の影を見ただけで、状況の深刻さを理解した。脳腫瘍ですね。実は、健太さんは5年前から知っていたんです。初期の頃は小さく、定期的な検査で経過観察をしていました。5年も？なぜ俺に言わなかったんだ。俺の声が震えた。主治医は静かに続けた。誰にも心配をかけたくなかったのでしょう。特に、あなたが事故に遭った後は、状態は、残念ながらかなり進行しています。通常の手術では、摘出不可能な部位にまで広がっています。俺の心に冷たいものが広がった。脳幹部の腫瘍、最も危険な場所だ。わずかなミスが致命的な結果をもたらす。
主治医は申し訳なさそうに肩を落とした。玄太先生のためにできる限りのことはしますが。その時、赤江が前に出た。一つ可能性があります。彼女の声は静かだが力強かった。極めて微細な手術で脳幹部の腫瘍を摘出する方法です。通常の手術では不可能ですが、司さんが開発したフィンガーと私たちが研究中の感覚伝達義手を組み合わせれば可能性はあります。俺は呆然と彼女を見つめた。どういうことだ？フィンガーは外科医の動きを10分の1スケールで再現できる手術支援ロボットです。そして感覚伝達義手は触覚情報を脳に伝達する技術。この2つを組み合わせれば通常では不可能な精密手術が実現できるかもしれません。主治医は驚いた表情で聞いていた。そんな技術がすでに。まだ完成してはいませんが、臨床試験では有望な結果が出ています。でもフィンガーはあの事故の後、開発は中止されて、俺の言葉が詰まった。赤江は俺の言葉を引き継ぐようにうなずいた。ええ、でも基本設計はあります。それに、司さんがいれば再構築できるはずです。彼女は俺を見つめた。俺が？でも俺の手は。だから、感覚伝達義手が必要なんです。あなたの手に感覚を取り戻せば、フィンガーを操作できる。赤江は力強く言った。その時、主治医が割り込んだ。待ってくれ。それは理論上の話だろう。実際に機能するのか。わかりません。でもこれが唯一の可能性です。赤江は正直に答えた。部屋に重い沈黙が落ちた。俺は窓際に歩み寄り、夜の病院の庭を見下ろした。頭の中では様々な思いが渦巻いていた。3年前のあの事故、失った指先の感覚、医師としての自信と誇り、そして ICU のベッドで眠る父の姿。俺は深く息を吸った。選択肢はない。ただ一つの道しかない。やる。振り返ると、赤江と主治医が俺を見つめていた。俺がフィンガーを再構築する。そして、俺自身が感覚伝達義手を装着して手術を行う。俺は自分の右手を見つめた。かつては生命を救うメスを握っていた手。今は何も感じない手。恐怖はあった。自信がないわけでもない。ただ、父を救いたいという一心だけが今の俺を動かしていた。先生、父の手術を担当させてください。主治医は難しい顔をしていたが、やがてゆっくりとうなずいた。わかった。だが事前に倫理委員会の承認が必要だ。そして、手術チームの編成も。お願いします。俺は今日からフィンガーの再構築に取り掛かります。私も手伝います。研究チーム全員を投入して最短で完成させましょう。赤江が言った。俺は赤江に感謝の意を示し、再び父の病室を覗いた。中に入り、静かに父のベッドに近づく。無数の管と機械に囲まれた父は、かつての威厳ある姿からはかけ離れていた。父の手を取る。父さん、もう少し待っていてくれ。必ず父さんを救ってみせる。俺たちは病院を後にし、研究所へと急いだ。俺の頭の中では、すでにフィンガーの設計図が描かれ始めていた。手術当日の朝、病院は緊張に包まれていた。2週間の猛烈な作業の末、フィンガーは再構築され、感覚伝達義手も俺の神経パターンに合わせて調整が完了していた。父の容体は安定しているものの、腫瘍の圧迫による症状が少しずつ進行していた。もはや待ったなしの状況だった。緊張してる？赤江がやってきた。ああ、少しな。俺は赤江が持ってきた感覚伝達義手を見つめた。特殊な手袋のような形状をしたそれは、俺の右手に完璧にフィットするよう作られていた。司さん、木島社長のことなんですが。赤江が真剣な表情で俺を見つめていた。彼女は少し声を落として続けた。おそらく今日の手術中に何か仕掛けてくると思います。前回の臨床試験の時と同じように。そうだろうな。俺もうなずいた。あの男のことだ。俺の父の命がかかった大事な手術。必ず妨害を試みてくるだろう。でも心配しないで。赤江は決意に満ちた声で言った。私はこの部屋でシステムを監視します。感覚伝達義手の制御も含めて全て守りきってみせます。何かあってもあなたの集中力が途切れないように。だから司さんは手術だけに専念してください。俺は彼女の瞳を見つめた。そこには
揺るぎない自信と決意があった。赤江。大丈夫。前回の攻撃パターンは分析済みです。今度は向こうが仕掛けてくるのを待ち構えているんですから。彼女は小さく微笑んだ。わかった。頼むよ。俺は感謝を込めてうなずいた。赤江がいれば安心して手術に臨める。俺は赤江と別れると手術室へと向かった。そこには手術チームのメンバーがすでに待機していた。手術室には再構築されたフィンガーが鎮座していた。俺が3年前に開発し、そして事故で失ったロボット。それが今、父を救うために再び動き出そうとしていた。システムチェック問題ありません。技術者の声が響く。父はすでに麻酔が効いて、手術台に横たわっていた。俺は父の顔を見つめ、静かに決意を新たにした。始めよう。すべての準備が整い、手術が開始された。俺は感覚伝達義手を通してフィンガーを操作し、父の脳に向かって精密な作業を進めていった。バイタル安定しています。画像クリアです。使用の境界確認できます。チームからの報告が次々と入る。俺は集中し、フィンガーを通して微細な動きを繰り返していた。失われていた感覚が戻り、指先の繊細な動きが再び可能になったことで、かつての技術が蘇っていた。素晴らしい。誰かが思わずと言ったように呟いた。腫瘍の第一区画除去完了。手術は順調に進んでいた。しかし突然、警告音が鳴り響いた。どうした？システムに異常があります。モニターが不自然にちらつき始め、フィンガーの動きが微妙にずれ始めた。サイバー攻撃です。外部からの侵入がありました。技術者の声には焦りが混じっていた。木島だな。俺の声は冷静だった。予想していたことだ。病院のセキュリティシステムを突破し、手術を妨害する。木島ならやりかねない。バックアップシステムに切り替えて、指示を出す。しかし、次の瞬間、さらに警告音が鳴り響いた。バックアップも侵入されています。手術室に緊張が走った。フィンガーの動きはますます不安定になっている。このままでは父の生命に関わる。手術を中断しましょう。いや、待ってください。続行します。俺は静かに、しかし力強く言った。何を言ってるんだ？システムが不安定では危険すぎる。俺の手で続けます。俺はフィンガーから手を離した。バカな。通常の器具ではあの部位の腫瘍の切除は不可能だ。わかっています。けれど、他に選択肢はありません。8分だ。8分あれば終わらせられます。全力で父のバイタルを維持してください。残りは任せてほしい。俺の声には揺るぎない自信があった。チームはそれに応え、全力で父の容体の安定に尽くしてくれた。俺は感覚伝達義手だけを装着したまま、手術用の拡大鏡を調整した。従来の手術器具では到達できない深さの腫瘍。普通なら不可能な手術だ。俺は深く息を吸い、集中力を高めた。時間が止まったかのようだった。手術室の全員が息を詰めて見守る中、俺は父の命を救うために手を動かした。信じられない！神業だ！技術者が呟いた。バイタル安定しています。脳波に変化なし。使用の除去を予定通り進行中。チームからの報告が続く。汗が額から流れ落ちた。集中力の限界はとっくに超えていた。けれど、俺の手の動きは正確だった。あと少し。最も危険な部位に入った。脳幹に接する腫瘍の最後の一片。わずかなミスも許されない。しかしその時、感覚伝達義手の感覚が一瞬乱れるのを感じた。何かが起きている。おそらく、木島の妨害工作だろう。だが、それはすぐに安定を取り戻した。赤江が外で戦ってくれているのを感じる。彼女が守ってくれている限り、俺は手術に集中できる。残り1分。俺の意識は完全に手術に集中していた。父の命、自分の意志としての誇り、そして失われた感覚を取り戻す希望。すべてがこの瞬間にかかっていた。終わった。俺の声は静かだったが、手術室全体に響き渡った。最後の腫瘍片を取り除き、慎重に周囲の組織を確認していた。父の脳は腫瘍の圧力から解放され、健全な組織が脈動しているのが見える。完全除去、確認しました。脳波は正常パターンに戻りつつあります。チームからの報告に、手術室に小さな歓声が上がった。俺は深いため息をついた。疲労と安堵感が一気に押し寄せてきた。視界が一瞬霞んだが、
すぐに体勢を立て直した。残りの処置を続け、すべてが終わった時、手術室の時計は夜の11時を指していた。14時間にも及ぶ大手術だった。手術台からは父の静かな寝息が聞こえ、モニターには安定したバイタルサインが表示されていた。手術室を出ると、廊下で待っていた赤江の姿が見えた。彼女の目は少し赤く、涙の跡があった。疲労の色が顔に浮かんでいたが、それ以上に喜びに満ちた表情だった。司さん、成功しました。玄太先生は助かります。俺は感覚伝達義手を見つめた。手袋のような装置はまだ俺の右手に装着されたままだった。微細なセンサーが光り、父の命を救った手の延長となっていた。それがなければ今日の奇跡は起こらなかった。ありがとう、赤江。俺は疲れた体を引きずりながら ICU へと向かった。廊下は静まり返り、夜の病院特有の静けさに包まれていた。赤江が静かに俺の傍らを歩いてくれていた。ICU の部屋の窓から差し込む朝日が父の顔を優しく照らしている。俺は眠る父のベッドサイドに置かれた椅子に座った。感覚伝達義手はまだ右手に装着したままだ。手術後も外さなかった。この装置を通して得られる感覚が今の俺には必要だった。司。かすかな声に俺は顔を上げた。父の目が少しずつ開いていく。父さん！俺は思わず立ち上がり、父の手を握った。水。父の声はかすれていたが、意識ははっきりしていた。俺は慌てて水を差し、父の唇を湿らせた。父はかすかに笑った。その表情に、俺は安堵のため息をついた。手術成功したんだな。ああ、腫瘍は完全に除去できた。あとは静養するだけだ。父はゆっくりと周囲を見回し、俺の右手に目を留めた。それが感覚伝達義手か。うん。俺は自分の右手を見つめた。白い手袋のような装置は、今や、俺の一部のように感じられた。どうだ感覚は。ほぼ完璧に近い。温度も圧力も感じる。質感の違いもわかる。父は静かに微笑んだ。お前はやはり医者だな。その言葉に胸が熱くなった。ドアが開き、赤江が入ってきた。彼女の顔には疲れの色が残っていたが、目は喜びに満ちていた。玄太先生、お目覚めになったんですね。小林さんか。お世話になったな。父は赤江にも微笑みかけた。検査結果が出ました。彼女は持っていたタブレットを俺に渡した。そこには、父の最新の脳スキャン画像が表示されていた。腫瘍があった場所は完全に綺麗になっており、周辺組織への損傷もほとんど見られない。完璧だわ。これほどの精密さ。普通なら不可能な手術だったはずよ。赤江の声には簡単の色が混じっていた。感覚伝達義手があったからこそだ。俺は静かに言った。この小さな装置がなければ、父を救うことはできなかった。いいえ、司さんの腕があったからです。そして何より、玄太先生を救いたいという思いが。赤江は優しく微笑んだ。父は黙って俺たちの会話を聞いていた。その目には、懐かしさと誇りが混じっているように見えた。父さん、俺は静かに、でも、父に聞こえるように話しかけた。あの約束覚えてる？俺が医者になるって決めた日のこと。あの日俺は、父さんに憧れただけじゃなかった。人の命を救うことの素晴らしさを、父さんから教わったんだ。感覚伝達義手で、父の手を握る。そのぬくもりが、はっきりと伝わってくる。事故の後、俺は逃げた。医者である自信も誇りも失って。でも今分かったよ。医者とは何か。それは、技術だけじゃない。誰かを救いたいという思いなんだ。父さん、俺はもう一度、医者として歩み始める。あの約束を、今こそ果たすよ。父の目に涙が浮かんでいた。父はゆっくりと俺の手、感覚伝達義手を装着した手を見つめた。お前の中の医者の魂は、やっぱり消えていなかったんだな。俺の目からも抑えきれない涙がこぼれ落ちた。父は静かに言葉を続けた。父と子として、そして医師同士として、これからは一緒に歩もう。ああ、言葉にならない感情がこみ上げてきた。3年間の闇が晴れ、新たな光が差し込んでくるようだった。医師になるという幼い日の約束は、まさにこの瞬間、父の命を救う手術によって、最も美しい形で果たされたのだ。父はゆっくりと赤江の方を向いた。小林さんありがとう。息子を医療の世界に連れ戻してくれて。
私はただ、司さんの才能を信じていただけです。赤江は少し照れたように頬をあからめた。父は静かに微笑んだ。二人とも、これから頼むよ。そして、疲れたように目を閉じた。少し休ませてあげましょう。赤江の言葉に俺もうなずいた。父の回復は順調だ。あとは時間が解決してくれる。俺たちは静かに ICU を後にした。廊下の窓際に立ち、外の景色を眺める。夏の日差しが病院の庭を明るく照らしていた。赤江が隣に立った。司さん、今回の手術の成功は、感覚伝達義手の完成を意味するわ。赤江の声には達成感と新たな展望が混じっていた。次のステップは、そうね。あなたの感覚を完全かつ永久的に取り戻すことかしら。彼女は俺の右手を見つめた。俺はうなずいた。感覚伝達義手は画期的だが、まだ一時的な解決策でしかない。より完全な技術を確立するには、さらなる研究と開発が必要だ。一緒に続けよう。俺の言葉に赤江の目が輝いた。はい、もちろん。父の病室を見つめながら、俺は静かに誓った。これからも医師として、研究者として、そして一人の人間として、前に進み続けると、感覚伝達義手を装着した右手で窓ガラスに触れる。冷たさと硬さが指先から伝わってきた。確かな感覚。それは、新たな人生の始まりの実感だった。父の容体が安定し、回復に向かい始めてから1週間が経った。俺と赤江は、感動医療の本社ビルの前に立っていた。近代的なガラス張りの高層ビルは、外観からは清潔で革新的な印象を与えていた。しかし、その内部で進められていた犯罪行為は、医療の名を借りた卑劣なものだった。警察の車両が次々と到着し、捜査員たちがビルに入っていく。俺と赤江も、刑事に導かれて共に入った。エレベーターで最上階へ、木島のいる社長室へと向かう。ドアが開くと、木島の姿があった。外の景色を眺めていたその背中は、緊張で硬直しているように見えた。木島武さん。刑事の声に、木島はゆっくりと振り返った。その目が、俺と赤江を捉えた瞬間、表情が凍りついた。何の用だ？彼は冷静を装おうとしたが、声には緊張が混じっていた。あなたは詐欺罪、業務妨害罪、不正アクセス禁止法違反、そして特許権侵害の容疑で逮捕します。刑事が令状を提示すると、木島の顔から血の気が引いた。何を言っている？そんな証拠はないはずだ。すべて揃っていますよ。赤江が一歩前に出た。彼女の目は強い意志に満ちていた。彼女は即座にノートパソコンを開き、ファイルを表示させた。玄太先生の手術当日、あなたが仕掛けてきたサイバー攻撃を逆手にとって、あなたのシステムに侵入したんです。その時に回収したデータを解析しました。セキュリティが複雑で時間がかかりましたけど、画面には複雑なデータとメールのやり取り、会議議事録などが表示されていた。赤江は一つ一つのファイルを開きながら説明を始めた。まず、3年前の司さんの事故。フィンガーの暴走は、感動医療のエンジニアがシステムに仕掛けたマルウェアが原因でした。こちらが開発者間のメールです。メールには明確に、大月のロボットにバックドアを仕込むという指示と、その後の作戦成功という報告が記されていた。そして、これが事故後の内部会議の議事録です。あなたは、大月の事故は不運だが、我々にとっては好機。彼の研究を我々のものにする、と明言しています。さらに、これが決定的証拠です。赤江は別のファイルを開いた。それは、フィンガーの設計図だった。しかし、細部が少し異なっている。あなたは、司さんが事故で現場を去った後、こっそり彼の研究データを盗み出し、自社の技術として特許申請を準備していました。しかし、いくつかの重要な部分が理解できず、実用化には至っていなかった。だから、司さんの研究が再開されたと知って焦ったんです。あなたたちが独自に開発できなかった技術を、私たちが完成させようとしていたから。バカな、それは。木島の顔が青ざめた。俺は静かに、一歩彼に近づいた。なぜだ？なぜここまでする必要があった？木島は一瞬、答えに窮した様子を見せたが、やがて諦めたように肩を落とした。天才だったからだ。お前が。普通の医者なら、私はいくらでも対抗できた。しかしお前のような才能には。彼の目に嫉妬と敗北の色が浮かんでいた。フィンガーの技術は、医療業界を一変させる可能性を持っていた。その特許を手に入れられれば、
感動医療は業界トップに躍り出られる。そう思ったんだ。そのために命を危険にさらしたのか。父の、そして多くの患者の。ビジネスだよ、すべては。木島の言葉に赤江が静かに首を横に振った。医療はビジネスではありません。人の命を守るものです。警察官が木島に手錠をかけ、権利告知を始めた。彼が連行されていく姿を俺たちは静かに見送った。その後、感動医療の社内は徹底的に捜索された。研究室からは俺の盗まれた研究データだけでなく、他の医療機関からも不正に入手したデータが大量に見つかった。会社全体が犯罪に加担していたわけではなく、多くの社員は木島の指示に疑問を感じながらも従っていたことも明らかになった。捜査の終了後、刑事が俺たちに近づいてきた。大月さん、小林さん、おかげで重大な犯罪を摘発できました。特に小林さんが提出してくださった証拠がなければ、木島の逮捕は難しかったでしょう。当然のことをしただけです。赤江は控えめに答えた。帰り道、夕暮れの空が街を赤く染めていた。感動医療のビルを後にした俺たちは静かに歩いていた。終わったな。俺は深いため息をついた。3年間の呪縛がようやく解けた気がした。赤江は微笑んだ。いいえ、始まったのよ。これからが本当の挑戦よ。感覚伝達義手を完成させ、多くの人を救うために。俺もうなずいた。彼女の言う通りだ。木島との戦いは終わったが、医療技術の発展と患者を救う戦いは永遠に続いていく。そうだな。一緒に進もう。夕日を背に、俺たちは肩を並べて歩いた。右手の感覚伝達義手からは、かすかな風の感触が伝わってきた。失われていたものが戻ってきた喜びと、新たな旅立ちへの期待が胸に広がっていった。父の回復は予想以上に順調で、退院してから3ヶ月が経った今では、週に一度の検診で様子を見る程度になっていた。俺は病院の脳神経外科に復帰していた。感覚伝達義手の研究開発は赤江と共同で続けている。木島の事件でこの技術の重要性が広く認知され、研究資金や支援が集まるようになった。そして今日、病院の屋上庭園では小さなパーティーの準備が整っていた。緊張してる？赤江が声をかけてきた。彼女は赤色のワンピースに身を包み、いつもと違う雰囲気を漂わせていた。ああ、少しな。俺は正直に答えた。白衣を脱ぎ、めったに着ることのないスーツに袖を通した俺は、確かに緊張していた。父さんはまだ？もうすぐ到着するわ。屋上からは、夕焼けに染まる街並みが見渡せた。研究所と病院、そのさらに向こうには、俺と赤江の新居となるマンションも見えた。ふと、赤江が真剣な表情になった。司さん覚えてる？私と初めて会った日のこと。もちろん。俺は微笑んだ。あの日、検査室に突然現れた彼女の姿は、今でも鮮明に覚えている。あの時私、緊張で手が震えてたの。そうだったのか？気づかなかった。だって、あなたの論文を読んで、何日も眠れないくらい興奮してたんだもの。その論文を書いた人に会えるんだって思ったら、赤江は少し照れたように目を伏せた。断られることは想定内だった。でもだからって諦めるつもりはなかった。俺は彼女の手を取った。右手には改良型の感覚伝達義手を装着している。以前のものより薄く、日常生活でも違和感なく使えるようになっていた。赤江、俺の人生を変えてくれてありがとう。赤江の目が潤んだ。その時、屋上のドアが開き、父が車椅子で現れた。皆さん、今日はお集まりいただき、ありがとうございます。父が静かに、しかし力強い声で語り始めた。車椅子から立ち上がり、杖をつきながらも堂々とした姿勢で言葉を続ける。息子と小林さん、いや、もうすぐ大月赤江さんとなる彼女の門出を祝う日に、皆さんと共に立ち会えることを心から嬉しく思います。パーティーに集まってくれた父の主治医や赤江の研究チームのメンバー、そして手術を受けた患者たちから温かな笑顔と拍手が送られる。医療の世界は常に挑戦の連続です。不可能を可能にし、絶望に希望を灯す。それが医療の本質だと私は信じています。父は俺と赤江を見つめた。この二人はまさにその精神を体現しています。不可能と思われた技術を開発し、諦めかけていた命を救い、そして何よりお互いの魂を救い合いました。父の言葉に参加者たちが静かにうなずいている。感覚伝達義手の開発は医療の未来を大きく変えるでしょう。
しかし私が最も誇りに思うのは、二人が医療の真髄である人を思う心を忘れていないことです。父は杯を掲げた。大月司と大月赤井の門出を心から祝福します。全員が杯を掲げ、乾杯の声が夕暮れの空に響いた。パーティーが進む中、俺と赤江は少し離れた場所に立っていた。まだ信じられないわ。赤江がつぶやいた。何が？こうしてあなたと医療の道を共に歩んでいること。あなたと出会った日は、ここまで来れるなんて思ってなかった。俺もだ。俺は、彼女の肩に腕を回した。彼女は、真剣な目で俺を見つめた。司さん約束して。これからも一緒に不可能を可能にしていきましょう。あ、約束する。研究パートナーとして、医師と研究者として、そして、夫婦として。永遠に。俺の右手が彼女の方に触れた。感覚伝達義手を通して、彼女の肌の柔らかさと温かさがはっきりと伝わってくる。唇が重なった瞬間、夕日が地平線に沈み、最後の光が俺たちを優しく包み込んだ。俺は指先の感覚を失い、医師としての道を諦めた。失ったものばかりを見つめ、過去に囚われていた。だが、赤江との出会いが教えてくれた。失われたものを嘆くより、残されたものに目を向けることの大切さを。俺には、人を救いたいという思いが残っていた。失った感覚を嘆くのではなく、新たな技術で補うことを選んだとき、道は開けた。父の命を救い、自分自身も救われた。失ったものは確かに大きかった。でも、得たものはそれ以上だった。赤江との絆、医師としての再生、そして新たな希望。喪失は終わりではなく、新しい始まりになり得る。過去の喪失に縛られず、残された可能性にかけること。それが人生を前に進める勇気だと今は思う。